当に。どうも、みかたです。今日もみんなで一緒にアニメ楽しんでいこうね。皆さんに謝らなければならないことがございます。私、先ほど最新話のリゼロ3期第14話を視聴しておりましたが、まさかカメラが動いておりませんでした。本当に申し訳ございません。ちょっと久々にかなりのショックで、一瞬放心状態になったんですけど、見終わった後、いやもうこれは絶対みんなと一緒に見なきゃって思ったものだったから、これは本当にもうちょっとシェアしないことにはもうどうしようもないみたいな気持ちだったので、もう今見たところなんですけど、もう一回今から見ていきたいと思います。なんか2週目することによって、なんかこう、ちょっともうちょっと分かることとか見えてくることもあるかもしれないので、ずっと泣いてたから、多分、割と全然入ってきてなかったと思うから、そういうのも含めて、ちょっと今2回目になりますが、見ていきたいと思いますので、2回目でもいいよっていう方は、よかったら一緒に見ていただいて楽しんでいただけると嬉しいです。もう本当申し訳ございませんでした。もう本当気をつけます。もう本当バカと思って、本当辛い。ということで、早速続き見ていきたいと思います。それでは、スタート。もうね、この瞬間からもう無理でした。この始まりから無理でした。本当。若いね。ほんとね。可憐で可愛いよね、テルシアって、ほんとに。お花黄色、綺麗だね。いや、ほんとにね。あ、そうだ。ここのね、すぐ切り替わってさ、この時代をね、時を感じるんだよね。あそこ、若い二人見せられてたからさ。うーん。うーん。ヴィルヘルムさんはさ、もうどんな気持ちなんだろうと思ってさ、この戦ってる時。ふーん、そうか。そんそういうことか。もう、これさ、ほんと、今一周見てたから、余計深く感じるけど、そうじゃなくても、結構もうその、フィルヘルムさんの一言一言がもう響いてて、そう。で、ここでさ、最悪すぎるでしょ。もうさ、このタイミングでさ、なんで来るのと思って、ほんともう、これ、もう、ほんとに間が悪い。いやもう、これはほんとにね、正直、やっぱいけすかないやつだけど、このシチュエーションで迫ってくるっていうのはほんとにきつくって。うん。うわ。なんか、すごいね、今聞くと、やっぱヘタレっぽりの叫び声みたいな感じだね。ああ、
のね、俺を見ろがきつくて、ほんとに。もういや、これ何回見てもダメだ、やっぱ。もうほんとね、ここで登場するんだと思って、やばかったの。もう、みんな勢揃いじゃん。でさ、もう、ラインハルトがさ、ずっと、これこのシーンやばかったんだよ。抜けるんだと思って。この重みみたいなのがすっごいずしんと伝わってきたんだ。いや、これね、ほんと、ベルそう、そう、そうって言うんだと思って、ベルヘルムさん。しかもそうやって言うじゃん、ライハルトが。もうやめてと思って、もう全部心が痛いの。この瞬間、ほんとに光が戻ってさ、いや、ちょ、なんで2週目見始めたんだろう。でも、お腹いっぱいなのに、いや、やっぱしんどい。いや、でもそう、ほんと、可愛いよね、テレシア。お花がほんとによく似合う。最初ね、初めて見た時もほんとそうやって思って。そう、なのに、変性なんだと思って。なんかそこにね、すごいギャップを感じてたんだよね。うん。うーん。明らかに強いだよね。ね、剣を投げ捨てるぐらいだからさ、その力が、なんか怖いっていうか、受け入れきれないみたいな感じだよね。もうこんな重いもん、こんな可愛い小さい子が持たされるなんてさ。そう、そうなの。そうやって言ってるのがさ、ほんとにいい子すぎて、ほんとに優しい子なわけじゃない。剣を持たなきゃいけないって。いや、なんかすごい運命なんだなって。14歳なわけでしょ。きついよね、ほんとに。もうこれ、きついわ。それ受け負いきれないよね。そう思って、そりゃ。そう、でもお兄ちゃんがいい人すぎてさ、お兄ちゃんができすぎててさ、うん、ほんとにかっこいいお兄ちゃんだよね。
いいおじいちゃんだ。そう思うよ。もう、それが普通だと思うし、しょうがないなって思ったの。うん。そうやってさ、みんな、気を持たなきゃいけない、追い込まれたんだよね。うーん。うん。そうやって思ったんだと思ってびっくりした。ほんとに格が違うんだなって、授かるって思って、お花が燃やされたけど、うん、そう、この瞬間の黄色い花が一面にね、現れるのがほんとに印象的で、持ったからこそお花が現れた花畑っていう、ミルヘルムさんとの出会いだよね。もう彼がかっこよすぎるんよ。ねえ、ほんとにかっこよすぎるんよ。もう、あの一言も響いちゃう。かっこいいよ。そうなんだよ。ほんとにそうなんだよ。うーん。ね。うーん。時がだんだん経ってて、来春ともだいぶ時経ったよね。うん。そうね。もうそうやって言ってくれるヴィルヘルムさんがほんとかっこいいんだけどね。ここでまたそれで、うーん。私なんかと思って、ブシュって言ったから。そう。もうだからさ、ほんとに、もうね、すごいのよ、ヴィルヘルムさん。かっこいいんだよ。そう。で、そうやって言えるテレシアも、
ほんとに美しいのよ。いや、だって50でしょ。いやもう、若すぎる。それだけは冷静に、あってなったけど。もうね、私はね、もうこの辺りからね、もう見たくなかったんですよ。もう続き見たくないと思って。もうさ、分かってるじゃん。どうなるかっていうのが。だからもうそれをただただ、その時を待つというか、それまで見なきゃいけないのが、もうほんと逃げたくて逃げたくて。もういいよっていう気持ちで、まあでもそういうことは何も多分言えてなかったと思うんだけど。それで見てました。で、ここでね、映ったんだよね。亡くなっちゃったんだよね。県政の過去が。もうすごいタイミングってもうどうしようもないよね、こんなタイミングで失われるなんてよ。だって誰も思ってないじゃんか。ほんとにタイミングが悪すぎるけど、誰も予想できないことだったと思うし。このね、この声ほんとにもうゾワッとして、そう、なんでいるのと思ってめっちゃびっくりしたの。はあ、その一言ってさ、怖いの。もうほんとさ、これ、衝撃だった、ほんとに。学芸じゃなかったんだと思ってさ。うん、声こんなにか細かったんだ。ほんと伝わってよかった。これ、これを重ねて言うのが、ほんとそうやって思えて言えるテレシアがすごいなって思って。強い人だよね。
いやいや、やっぱ2回目でも全然無理だった。なんかほんとに、ほんと、なんか、時が過ぎるの、あっという間すぎて、早い、最初1回目見た時も、って早って思ったんだけど、同じ体感だった。2回目見ても。いや、そう、もうなんか最後ね、ヴィルヘルムさんとテレシアの2人のやりとり、ちゃんと伝え合えてよかったなっていうのがほんとに、もうその気持ちでいっぱいで、ヴィルヘルムさん、言葉にしなかったって言ってたけど、もう十分伝わってるっていうぐらい、ほんとに愛ある剣道、ほんとに溢れてたと思う。ほんとに。だから、テレシアが分かってないわけないし。だから、ほんとにあの2人を見るのが尊くて、すごいいいなって思う2人だったから、戦わなきゃいけないのが、それを見なきゃいけないのが苦しかったんだけど、よかったなって思えたんだよ。苦しいパートですよ。もうささっきまでほんと綺麗だったのにさ、急にゲスになるっていうね。どうしようって思って見てたんです。うん。そう。これね、もうね、終始ラインハルトのね、表情が凛々しいの。もう、ほんとに、その、戦い的な強さじゃない、ラインハルトの強さっていうのを見たっていう感じがしてて。揺るがない、ぶれない、まっすぐ向き合ってるっていうね、この表情と声でさ、めっちゃくちゃ伝わってくる。そんな風に見えてたんだね、ハイケルには。これ、ウィルヘルムさんが大事そうに包むからさ、それもなんかまた心にきちゃう。この一瞬だけなんだよ、ラインハルトがちょっと表情崩すの。うん。急に他人行儀になってさ、って結構苦しい。取り残される。はい、ける。なんか一人だけちょっと蚊帳の外みたいな感じがして、荒ぶってる。
ハリケーンだけが、本当になんかついてってないかなって思いながら見てました。はい。ということで、今回、さっき見たところで、2回目今見るっていうことをしたんですけど、とにかくみんなと見なきゃっていう気持ちが先行して見たんだけど、よくもう2回目、さっき見たいところなのに見たなって途中で思いました。はい。なんだけど、リアクションとコメンタリー的な要素、どっちも混ざったみたいな感じで見ていく形になっちゃったのかなと、なんか思いますが、はい、すみません、本当に。先がね、どうなるかはわかってるけど、まあ、それでもやっぱり心に来るところは来るし、さっきはもう本当に最初の一目惚れだったっていう話のところから涙出てたので、一番最初の冒頭から涙出てたので、私多分冒頭からあんまり頭回ってなかったと思うので、その分がちょっと余力として残ったまま見れたっていうところで、さっきよりかはちゃんと見れたのかなっていう印象はあります。はい。いやでも本当にもうウィルヘルムさんとテレシアもどっちも立派で、どっちも深い愛を持った、もう本当に素敵な二人だから、その素敵な二人が、なんかね、こうしてまた会えたことが良かったのかなって思って、本当それだけがね、本当もうなんか、今回良かったなって思うことというか、そういう感じでした。いや、正直ね、このリゼロをね、見るとき、いつもリゼロと青の箱をね、2話一緒に同じ日にあげるときがあるんだけど、その時は、こう、リゼロを見てから青の箱を見るっていう順番で見ることが多くて、たまたま放送日順みたいな感じで見てただけなんだけど、今日もリゼロを先に見ようと思って、リゼロのページを開いたんだけど、そしたら、テレシア・ヴァン・アストリアっていうタイトルがパッと見えて、あ、これ絶対ダメだ。これ絶対先に見たら、もう顔ぐちゃぐちゃのまま青の箱見なきゃいけなくなるやつだと思って、先に今日は青の箱を見てから、リゼロを見たんですけど、撮れてなかった。本当に申し訳ないんですけど、そこは。だから、もう見る前から、あ、もうこれ多分やばいっていうのは、うすうす感じてて、どんと来いっていう気持ちも、ちゃんと自分の中で作りながら、見進めていったんだけど、もうね、それの、50倍ぐらいはダメージを負わしてきましたね。はい。私の防御力ポンコツだから全然ないと思うんだけどそれにしても全然防ぎきれなかったなっていうぐらい本当にたくさん、もうなんか与えられて、なんかもうってなって見ていった回でしたね。もともと私、前の時も言ってたと思うんだけど、ヴィルヘルムさんの戦いを見るのが結構もうほんとずっとドキドキしてて、ヴィルヘルムさんってスマートでかっこよくって、でも妻を本当に深く愛してるっていうのが、もうね、十二分に伝わってきてるおじさまだったから、そのヴィルヘルムさんがもう亡き奥様と、対峙しなければならない状況でも、そのシチュエーションだけでもう私も想像するだけではもう苦しいの。もう無理っていう。もうなんかそれだけでもこう、やだ、もう見たくないって逃げ出したくなるような気持ちだったから、もうこれは私絶対多分やばいなっていうのは分かってたんだよね。だけど本当にもうそれ以上にもっとやばかったっていうのがね、もう本当冒頭からやられた。本当に、そんな一言から始めると思って、もう刺しに来てんじゃんみたいな感じで、もうほんと苦しかった。いや、もうでもほんともう何回も言うけど、もう二人の姿、やりとりが見れて本当に良かったっていうか、もう本当にもう尊い二人なので、本当にもうなんか、はい、もうなんか、ウィルヘルムさんも伝えられて、そのね、二人が通じ合えて本当にもう良かったなって、もうそれだけですね、本当に。もうね、それが本当に綺麗な感じでね、終わったのにさ、チーパードでさ、もうなんか急にちょっとゲストに空気感になってきてさ、もうやめてくれよと、本当思ってまして。で、感動なのかわかんないけど、なんか切ないなのかもわかんないけど、そういうさ、もうなんかいろんな感情にね、なってるところはもうなんかもう、はい、いいんけなーって感じだったんだけ
けど、でもなんかもうほんと、ラインハルトの表情がもう終始凛々しかったってね、私は感じたんだけど、もう凛々しいように振る舞ってるのか本当にそうだったのかわかんないけど、最後ね、ヴィルヘルムさんとラインハルトはなんかもう他人みたいなね、感じになってて、みたいな、嘘、そんな風になっちゃうのと思って、結構、ショックっていうか苦しいみたいな感じだったんだけど、そのラインハルトの表情で私は、それも含めて受け止めるつもりだったのかなっていう感じもして、なんか私が悲しいとか嫌だとか、思っちゃダメだと思って、そこは結構こらえて、なんか見てました。そう。もうとにかくね、ヴィルヘルムさんは、もうテレシアへの愛っていうものを力にして生きてきているっていう感じがあるから、そのテレシアを、打つことになったのが、ラインハルトっていうね、もうそのシチュエーションだけでもほんと結構苦しいって感じだったんだけど、でも確かにあそこでもうテレシアやっつけられる人、ラインハルトしか確かにいないし、と思って、だけどそのせいでなんかもうぐちゃぐちゃ、家族はぐちゃぐちゃになっちゃってしまったけど、でもなんか、これが最善の策だったのかなって思うし、なんかそれをラインハルトも分かってるから、ああいう表情をしてたのかなとか思ったりして。で、ヴィルヘルムさんは、こう感情としては受け入れがたいっていう感情もあるけど、それが最善だったっていうことも多分どっかで理解してるから、なんかああいう形になって、だから、なんだかんだ言ってこれが本当になんか最大限頑張った、うまくいった結果だったのかなっていう風には思ったっていうか、そういう風に思いたいなっていう風に思いました。それを分かってないハインケルさんだけ、わわ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 って言ってるのかなっていう感じがして、まあ私はね、本当にラインハルトがね、年齢も若い中で本当に立派だなって思って見てたんだけど、まあなんかその、すごい強い、心も体もものすごい強いラインハルトっていうその高いものを見せられて、それを逆補いするかのように、ハインケルさんがぐちゃぐちゃクズクズみたいな感じで、あ、バランス取れたのかなというふうに思いました。はい。なんか、で、ウィルヘルムさんはもうなんか一番人間らしいというか、そういう感じなのかなというふうに思いました。はい。ということでね、今回本当にちょっと2回目見れたっていうことで、自分の頭の中も整理しながら、意外とちょっとみんなに逆に伝えることができたかもしれないっていう良さはありました、今。まあだけれど、やっぱ最初のリアクションっていうものを見せられなくって、本当に申し訳ありません。はい。まあでも泣いてました。はい。ずっと泣いてました。もうはい。それだけです。ということでね、次回からも絶対そんなミスしませんから、もうご安心ください。本当に今回だけは申し訳ないです。お許しください。ということで、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。グッドボタンやコメントもいつもありがとうございます。これからもたくさんのアニメ一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。